コネクタをつなぐだけで電気の受給が実現できる電気受給ユニットボックスを作ってみました。電気受給をやりたいというようなご相談を受けるんですけども、一番ネックとしてあるのは、ソーラーパネルを取り付けるためにはやはり工事費用がかかるとかですね。あとはこういったチャージコントローラー、インバーター、ブレーカーなどですね。こういったのを組み合わせるのに、難易度が高いと。どういったものを選べばいいかわからない。そういった、ご相談を受けます。でやはり勉強することももちろん可能なんですけども、どうしても不安が残るとか、あとはその時間がない、そういったお客様のその電気を使いたい、電気の量だったり、あとはソーラーパネルの量だったりを、こちらでヒアリングして、こういったボックスにすれば、簡単に受給できるなというふうに思いついたわけです。ソーラーパネル自体は MC4 コネクタっていうコネクタが一般的に使われてますので、この電気受給ユニットボックスなら、これをソーラーパネルとつなぐだけ。あとはこういうバッテリーの端子を接続するだけでできるという風になっています。最近よく手に入りやすくなってきました。で今回はリン酸鉄リチウムイオン電池を使いました。51.2V の高照電圧です。これ 5kW です。でリタイムさん、Amazon なんかで売ってます。で電気工事士の資格が必要なんじゃないかなというふうに言われる方もいると思うんですけども、基本的にコネクタをつないだり、端子を蓄電池とつなぐっていう作業は、工事士の資格は不要になりますので、この、ビデオを見てもらって、つなぎ方をしっかりと守っていただければ、免許を持てない方でも、可能ですよと。だから電気の受給がすごく、ハードルが下がりますよね。ソーラーパネル自体も、庭に置くようなスタイルにすれば、ほぼ、工事は不要で、電気受給が叶えられるというふうになっています。コンセントがこの側面についているので、ちょっと見づらいですが、2つ口のコンセントついてますので、ここから EV へ給電したり、あとは後ほどちょっと説明しますけども、ご自宅の方に給電するっていう風なことも可能なように、今回考えて作ってみました。この電気受給ユニットの特徴と、そして設置の仕方、あとは実際に発電した電気を使ってみるというのもやっていきたいと思います。それでは電気受給ユニットの特徴を簡単に説明します。1、DIY でつなぐだけで発電と蓄電を開始。DIY でコネクタや端子を接続するだけで発電と蓄電が開始できます。手順としては4ステップです。1、ソーラーパネルとユニットボックス、バッテリーの設置。2、それら3つをコネクタやネジ止めで接続。3、アース線の接続。4、ブレーカーの起動。たったこの4ステップで発電と蓄電が可能になります。またあらかじめこのようにユニット化されているので、工事不要で手間なく安心で、しかもコストもお安くできてしまいます。2、屋外コンセントから給電するからさらに工事不要。発電した電気を建物に給電するために外壁に電気配線を通すための穴を開けていては工事費用がかさみますよね。そこで私たちは屋外に設置されている屋外用コンセントに着目しました。メインのブレーカーを切った状態で当社のブリッジケーブルを屋外用コンセントに接続して電気受給ユニットとつなげば最大 1500W までの電力を自宅のどこのコンセントからでも使うことができます。電気受給ユニットから供給したソーラーパネルで発電した電気なので、この間に使った電気は0円です。この手法によって工事費用も不要になります。またポータブル電源のように電気を使うところまで持ち運んだり複数台所有する必要がなくなります。3、ハイブリッド給電で賢く受給。先ほども説明しましたが、メインブレーカーを落とせば電気受給ユニットから電気を供給できます。ただし雨の日や蓄電池の電気がないとき、またたくさんの電気を使いたいときなどにより、今までのように電力会社の電気を使いたいと思うときがあると思います。そんなときはブリッジケーブルを外してメインブレーカーを通常通りに復帰すればいいだけです。電気が足りなくなるということにはならないので、
無理なく電気受給を始めることができます。4、庭に設置するから工事不要で屋根も安心。電気自給ユニットはソーラーパネルを屋根ではなく庭に設置するので雨漏りの心配がありません。また屋根に設置するとなると足場工事などが必要になるので工事費用もかさみます。なので庭に設置しましょう。庭であれば工事費用もかからず DIY が得意な人であれば自分で課題を設置することも可能ですよね。DIY で作る課題については後日追加の動画を撮影予定ですのでお楽しみにお待ちください。このような工夫によって特別な工事や高額な設置費用を必要としないので手軽に電気の自給をご自宅に導入できるというわけです。いかがでしょうか。つなぐだけで電気自給ユニット、お手軽で実用的な製品ではないでしょうか。基本的な構成は普通の太陽光発電システムと変わりはありません。工事不要で手軽にできることに工夫を凝らしています。ソーラーパネルで発電した電気をユニットで調整してコンセントから使ったり蓄電池に蓄電したりするような仕組みになっています。ソーラーパネルやバッテリーも性能的な対応可能な範囲であればご自分のものを使用したりご自分で購入したものに合わせられるように汎用的なコネクタなどにしています。もちろんこの電気自給ユニットで EV を充電すればガソリン代も電気代も0円です。環境に優しい走りができます。非常時ももちろん晴れていれば発電できますし蓄電池も 5kWh 分ありますので節約すればうまく家電を動かして乗り越えられる可能性もありますね。この電気自給ユニット、電気を使ってみたいと思います。汎用の EV 充電器で、EV を充電してみたいと思います。家庭用の家電を動かすのは後ほどやってみたいと思います。こちら側にコンセントがついています。接続してみます。はい。でつなげると、もちろん電気が来ているので、このように準備 OK のマークついてますね。今回は 10A で充電してみたいと思います。はい。では、充電していきます。普通充電なので、この充電口ですね。はい。カチャカチャという音とともに充電開始されてます。こっちのインジゲーター見てみましょう。はい。充電中の緑色のマークついてますね。充電開始されました。はい。今、充電中です。10A、100V、10A なので 1kW ほど、電気が出ていってます。EV に充電しています。こういう廃校機の充電器も充電しています。はい、では発電量もチェックしてみましょう。ソーラーパネルはこんな感じですね。今日は比較的晴れているので、いい発電状態です。発電しながらこういう風に消費することもできます。今 EV を充電しています。で、同時に、余った分は蓄電もされている状態ですね。では、こちらで発電量がチェックできます。今、1400、1500W 近く発電してますね。これで発電をしながら使っているという状態です。電気自給ユニットのチャージコントローラーには、こういったスマートフォンのアプリも搭載されているので、出先で発電量などをチェックすることもできます。バッテリーの充電状況であったり、100V を切ったりつけたりすることも可能です。今オンになっています。この機能自体は、チャージコントローラーが Wi-Fi 環境下にあることが、必ず必要です。この Wi-Fi モジュールがついているので、このモジュールが電波を飛ばしてスマートフォンで確認できるというわけです。それでは電気自給ユニットの電気を実際に使ってみたいと思います。まず手順がありますので、その手順も踏まえながら実際に家電を動かしてみます。この分電盤のメインブレーカーをまずオフにします。はい、これで、
電力会社からの電気は入ってきてません。次に、電気受給ユニットのブリッジケーブルを差し込みます。まだここまで電気は来ていません。建物の屋外用コンセントに差し込みます。はい、接続されました。そして、電気受給ユニットのこのインバーターのブレーカーをオンにします。はい、これで電気受給ユニットから家に給電されています。はい、ご覧のようにメインブレーカーはオフになっていますが、建物の中の電気はついていますね。せっかくなので冷蔵庫などを動かしてみたいと思います。冷蔵庫ついてますね。はい、こんな感じでついてます。せっかくなので電子レンジも動かしてみます。こちら、冷えてるご飯があります。レンジで600ワットで温めてみます。30秒ぐらいですかね。で、スタートです。はい。では、温まっていますね。ちょっと湯気がついてます。あったかいご飯になってます。はい。こんな感じで電気を実際に使うことができます。家のライトなどもこのような感じでついてますね。給湯器などもこのようにつけられます。ライト類も普通と同じようにこういう風につけることができます。で、ブレーカーはもちろん、今オフになっています。はい、メインブレーカーオフになっているので、今この電気は電気受給ユニットから、給電されている、ソーラーパネルで発電した電気が使えているということですね。基本的に1500ワットを最大として、屋外コンセントから電気を使うことができます。では、復旧してみましょう。で、先ほどともう逆の手順で切っていくだけですね。電気受給ユニットのまずブレーカーをオフにします。はい、コンセント外します。このメインブレーカーを元に戻せば電力会社からの電気になります。こういう感じですね。このようにして屋外コンセントから、家に給電することによって、工事が基本的に不要で、電気受給に挑戦できるというような仕組みになっています。よいしょ。インパクトを使って取り付けます。椅子を取り付けます。よいしょ。止めてます。取り付けた時に配線がユニットボックスとこの壁の間に挟まっていないかを確認します。コネクターを取り付ける前にブレーカーがこのようにオフになっているかを確認します。こういう風にギリってなっている場合は切っておきます。こっちもそうですね。これもこんな風になってたら下に下ろしておきます。切ってある状態ですね。これでコネクタなどをつないでいきます。コネクタをつなげていきます。この端子になっている方がこのバッテリーの端子につながります。赤がプラスで黒がマイナスですね。こんな感じでつきます。この時一番やはり気をつけないといけないのがショートですね。プラスとマイナスが金属でつながると、こういった工具などでもちゃんとつながるとショートして火花が出ますので、火災などの原因になりますので、必ず気をつけて行います。手袋もしておいた方がいいですね。で、こういう風に先が割れているので、このままグッと奥に入れれば取り付けることができます。上から見て時計回りですね。こういう風に締め付けます。はい、このモンキーレンチを使って、締め付けを行っていきます。
認します。で、反対側も取り付けていきます。キャップを閉めておくといいですね。よいしょ。よく見てほしいのは、このワッシャーがこういうふうに2つあるんですが、この下にこんな風な状態になります。で、最後にこうしていきます。よし。で、抜けないかを確認して完了ですね。はい、そして付属されているこのキャップをこのように取り付けて、ショートを防止できるような、蓋になりますね。テープの剥離紙を剥がして、ここに配線が出る切り込みがありますので、これに配線が出るようにしてつけます。つけることによって金属が上から落ちてきたりしても、ショートになるようなことを防止することができます。これはバッテリーの温度をタッチコントローラーが認識するためのセンサーですね。このセンサーでバッテリーが高温になってないかどうかをチェックします。これをバッテリーに取り付けます。で、しっかりしたテープで貼ってください。取り付ければ OK です。延長コードをつけていきます。そしてソラーパネルをつけます。この3枚を直列につなげていきます。電気持久ユニットまで距離が長いので延長コードを使って延長します。これが延長コードですね。同じような MC4 コネクタがつながっています。これを使ってこの遠いマイナス端子を延長していきます。こうやって伸ばすと、ここまでプラスとマイナスが近い場所まで来ましたね。このプラスとマイナスがそちらのグループで、このプラスとマイナスがこちらのグループですね。これらをこういった Y 字コネクターというのを使ってつなげていきます。でこれは、逆流を防止するためのダイオードですね。それも、つけておきます。分かりやすいようにちょっと大きめのものをつけています。はい、そうしないと2つグループがありますが、こちら側に影ができた時にこちらの電気が流れて逆流してソーラーパネルが壊れてしまいます。それを防ぐためのダイオードですね。そういった半導体の部品です。一方通行にだけ電気を流すようにしてくれるので、逆流しないようにすることができます。はい、ではつなげていきます。2本のうちにこうこちらに接続と。であちらのグループのこちらのグループを接続しましたね。そして、はい、こちらも接続します。はい、これで2つのグループのソーラーパネルがこのように1つのプラスとマイナスに統合されました。3枚つながりました。延長コードでこの側を延長します。こちらもプラス少し短かったので延長コードを使って伸ばしています。この3直列のグループ、3直列のグループ、並列接続で1つにまとめます。では、先ほど接続されたソーラーパネルをこの電気持久ユニットに接続していきたいと思います。こちらがそれぞれの MC4 コネクターの接続する
クですね。ただ、ここでいきなりつなぐのではなくて、注意点があります。こちらのブレーカー。このブレーカーを必ず全てオフになっているのを確認します。全てオフになっていますね。この状態を確認してから接続を行います。では、やっていきましょう。まずはこちら側をつなぎます。このコネクタの形状なので、こちら側ですね。接続します。そして、このコネクタの方も接続していきます。こちらですね。はい、接続します。はい、接続完了しました。これでソーラーパネルと電気自給ユニットが接続されました。今回開発した電気受給ユニットは、電気工事士の免許を持っていない方や、電気受給が初心者の方、一般の方ですね、こういった方々が実用的なレベルの電気受給をできるためにはどうすればよいかというのを考えて、極力手間がかからないように、手軽にできるように考えて開発しました。コネクタでつなぐだけ。で、極力工事不要。で、ソーラーパネルも 2kW 分ついてますし、あとは蓄電池も 5kW 分ついています。興味がある方は概要欄にウェブサイトの URL を掲載しておきますので、よかったらチェックしてください。今後は、そうですね、ソーラーパネルのこの課題の制作であったり、どれぐらい電気使えるのかっていうのも結構興味あると思いますので、そういったところを深掘りした動画を作っていきたいと思っています。興味がある方はチャンネル登録や、いいねボタン、ぜひともお願いいたします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。